こんにちは。もうすぐ3時ですね。今2時54分です。はい。じゃあね、そっか。とりあえずこれ、充電いっぱいしてきました。これちょっとあれだな。変換。こっちですね。今新しく、先週から変えたバッテリーです。新しいバッテリーですね。あと、もう2個ほどね、あるんですけど、ちょっと違うとこに置いてるんで、まあ、だいたい置いてる場所を覚えてるんで大丈夫です。でこちらもね、コネクタ変えてます。で、BT2.0 ですね、視聴者の方ともね、お話ししてますけど、あれがね、届いたんですけど、どこやったかなどこやったかなというふうにちょっと忘れたな。車に積んでない。これは前のね、やつなんですけど、これのね、見比べるために持ってきたと思うんですけど、どっかになくしたかな。やべえ。あった。はい。じゃあちょっと、見比べいきましょう。よいしょ。やばい。今、仲間もみんな帰っちゃってね、いませんのでね。はい。こちら。ちょっと下向けますか。コネクタのバッテリー側ですね。バッテリー側をちょっと拝借。これか。はい。これですね。バッテリー側。今使ってるのが、新しくね、使ってるのはこの GNB27 っていうやつです。はい。でね、本当はね、こちらをね、使いたかったんですけどね、1日っていうか、先週の日曜日帰ったらね、あったんで、もう来てたんで、ほぼ同時っていうか、ハンダ付けした日には来てるっていうね。これが有名な BT20。これですね。BT20。性能はね、同じなんですよ。常時9アンペアの、マックスっていうかバーストですね。15アンペアだったかな。はい。こんだけコネクタのサイズが違います。なのでね、なんだか、ドローンレース、ちっちゃい、あれ、なんちゅうかな、タイニーフープだったっけ？うん。あれにね、よくね、なんか人気で、こちらをね、使われてるらしいです。うん。まあ、同じ性能なら、やっぱりちっちゃい方がね、プラスチックの分、軽いんでね、これあれにも似てるよね。XT か。そんな感じのね、ちょっと上が丸くなってます。はい。で、このね、こちら GNB27 っていうのがなんか新旧っていうのがあって、新しいのと古いの。こっちがね、V2 っていうか新しいタイプになるんですけど、それの見分け方がね、ネットにね、ありました。なので、買うときにね、注意した方がいいかなと。はい。新しいやつは、こちらかな？こちら、ちょっと、ズーム、できるかな？ズームするとピントがね、ずれるんでね。はい。わかりますか？このピンがね、割れてますよね。これがね、新しいタイプになります。これがね、古いタイプだとね、この割れがないんですよ。はい。この切れ目がね。で、その代わり、
こちらのね、バッテリー側がこれどこも切れてない状態になっています。これが古い場合、古いねコネクタになるとね、これが逆になりますんでね、こちらにね亀裂が割れがあって、こちらにはね割れがないっていうのが旧型らしいです。はい。で多分性能のね規格の容量が一緒なんで、性能的には変わらないと思います。単にプラスチックがちょっと軽くなる、多分どうだろう、何グラムって 0.1 グラムとかそんな、レベルだと思いますんでね。本当ね、少しでも軽くするとね、機体の飛びがいいっていうのは確実なんですけどね。はい。これがね、オスメスセット5個ずつと、バッテリー側が10個入りを、買っています。こちらもね、同じように買いましたんでね、バッテリー側の分だけどっかにまたあると思いますけどね。多分確か買ったと思う。はい。そんなわけです。はい。ちょっとピントはすごいずってんな。ピントがすごい。はい。じゃああれなんでちょっと飛ばしましょうか。よいしょ。ちょっと頭にね、移動します。じゃあこの新しくなったバッテリーをちょっと2本、ポッケに入れて、はい、飛ばしましょう。雨はねもうすっかり上がっちゃってますね。でだいぶ向こうもね草刈ってるんで、こっちまで刈るかな。こう旗が立ってるんでね、あれ以上こっちに刈らないかもしれない。こっち草ぼうぼうなんですけどね。はい、じゃあちょっと送信機電入れて、練習ですよね。よいしょ。はい、とりあえず今6軸になってるんで3軸に切り替えて、モーターカットは解除済みで、これはこれモーターカットだな。これデュアルレートだ。こちらモーターカットですね。でこれデュアルレートでスワッシュの傾きの制限かけてます。はい。でアイドラップですね。はい。じゃあ行きましょう。とりあえずノーマルフライト。ちょっと浮きが悪くなっている。なんだ。先週こんなんだっけ？先週、そうか、先週からちょっと悪かったんですよね。確か、スピンドルがいまいち、あれだった気がするな。いいや、飛ばしましょう。振動あるとね、ほんと回転数がね、落ちてるんで、またちょっとテールのね抑えが効きにくくなりますんでね。でもこれかなりずれてるな。スティックがね今ね 75% で浮いてる。はい。とりあえずこれじゃちょっと、飛ばしにくいんで、例の、モーターカットして、アイドアップ、スティックセンターでゼロピッチ確認します。結構、マイナスピッチ寄りにずってるんでね、モード長押しじゃないかですね。こっちじゃないな。両方ですね。両方長押しで、サブトリムのピッチなので6番ポチッと押して、で、調整。ぐるぐる回して調整します。よいしょ。逆だ。こうか。
大方なんとか数字内で、97でフィニッシュですね。はい、これでいきましょう。じゃあこう間違わずにね、スロットル下げてアイドルアップ解除して、で、問題なければ、モーターカット解除。これで、大方ね、スティックセンターで浮くはずです。はい。回転数もね、落ち着きました。今、スティックちょうどセンターでね、飛んでます。はい。今日はね、その、いぶきくんが、初ヘリ挑戦して、まあ、教えたらね、本当その通りにね、操作してくれるんで、機体もね、すぐに止まるようになってね。まあ、あとはね、まあ、これを何回か繰り返していけば、この、まずホバリング。あれ、ホバリング、うまかったな。多分ね、コード維持機能がついてるBO105 なんで、まあ、スロットルさえね、センターに、持ってたら、だいたい、コード維持はしてくれると思いますんでね。まあ、入門機にはいいと思います。ただ、風のね、ある日はね、ちょっとね、気をつけないとね、流されるんで。そして、まあ、ステップアップでこういったね、K110 をね、購入するとね、これ6軸もね、ありますんでね。それで、ホバリング練習から、この前進バックですね。この前進で止めたいところで止める練習ですね。そしてバックの練習。はい。まずこの前後ですね。それか左右移動ですね。右移動。で止めたいところで止める。これもね、左右移動でね、こう斜め後ろとかね、来ないように、本当真横にこうずれるように、気をつけながら、こう斜め後ろにこうバックしないようにね、まあまた逆にね、斜め前に前進していかないように、はい、機体をホバリングから真横に移動ですね。してまた戻して止めたいところで止める。で常にねスティックはね細かな打をね、打ちます。まあ必要のない打は打たなくてもいいんですけどね、風があるとねどうしてもね機体があっち行ったりこっち行ったりするんでね、止めたいところで止める練習。はい。まあこんな感じで、ね、あとは着陸をねゆっくり、機体の降下速度見ながらゆっくり着陸していきます。はい。これがねもう最初のね、関門、まあホバリングが一番難しいんでね、とりあえずホバリングだけは、確実にね、止めるようにですね。はい、あとね自分にあまり近づかないようにね、もう自分の方にね近づいてきてやばいなと思ったらもう早めにねこうスーッと下ろす、そういった練習もした方がいいかなと思います。で今回はね本当普通はね離陸するときこう下ろしますよね。して浮かせたらまたすぐにねこう下ろす練習、カエル飛びですね。カエルがぴょんぴょんってね飛ぶ感じでこう浮かせて、ちょっとこう反応を見て下ろす、浮かせてどっちに流れるかは、様子見ながらこうまた下ろすっていうね練習から普通するんですけどね、案外すっとね、まあドローンの経験者なら案外すぐホバリングまでできると思いますんで、あとはね、この右左の前後ですね、これだけマスターすれば、大方ホバリング正演技いけると思います。ただこの、今日分かったのがね、その同時打ち、こう流れてましたよね。で流れた時に、向こうに左後ろに流れてましたんで、ここでねちょっとエレベーターを前進させて、でその時に、エルロンがちょっとね、最初の頃、センターにあったと思うんでね、
多分ちょっとうまいことねこう自分の斜め前にはこう持ってこれなかったっていう風になってます。これからね、今日が初フライトだったんでね、その辺はねこれから、うまくなっていくと思います。はい、なのでこう指の固定ですね、基本。ヘリは本当指の固定ですね。風によって、スティックのね、角度というか傾きがね違いますんで、風が強いほどねスティック傾いてるんでね、それをどうにか維持して、そこを基準に、操作を、足していくっていう感じになります。で大方ねこう自由自在に、止めたいところで止まるようにこう斜め飛行ですね、こう自分の思ったように斜め前行って止めるっていう風にねできるようになったらね、その横向きホバリングとかね、やっていく。案外この横向きってこう奥行きにね、流れていったりするんでね、それもちょっと難しいっちゃ難しいです。どうしても機体のね傾きが分かりづらいんでね、こうケツホバーならね、テールがね上に上がるか下に下がるかでね、バックしてるか前進してるかが分かりやすいんですけどね、横向きは本当若干しかねスキットが、奥のスキットと手前のスキットがね、どうなったんであれちょっと分かりづらいんでね、手前のスキットが手前なのかと、はい、ちょっと電池がなくなりましたんでね、これだけでも今結構飛んでたと思います。で一応ね機体触る前にねモーターカットを入れておかないと送信機がね宙ぶらりになった時、スティックがひょこっと上がらないようにね、するために、急に回り出したらね気がするんでね、はい、じゃあちょっと電池を変えます。で本当はね電池もね30% ぐらい残しで、飛ばすとね傷まないで済みますんでね、あんましねこう毎回ね全部そこまで使うとどんどんねリッポが膨らんできてしまいますので、あとはねこう充電しっぱなし満充電のまま保管してもね多少なり膨らんでくることがありますんで、特に夏場はね、自己充電が入ると、過充電で、破裂ですね、火災の原因にもなっちゃうんで、なるべくね、夏場は満タンしない方がいいと思います。こちらはねちょっとハイボルテージ用なんでね、普通の充電器で充電したら4.2 ボルトぐらいで止まるんですけどね、このバッテリー自体ではもうちょっと上、何ボルトかな、ちょっと、書いてないかな、ですね、ちょっとわからないんですけど 4.35 ですね、 4.35 か、 4.35 ボルトまで、充電してもね、大丈夫なやつなんで、ある意味これ 4.2 で充電して、保管しててもね、自己充電でもねそこまで上がらないと思いますんで、安全っちゃ安全ですね。はい、じゃあ次いきます。これただこのプロポタイマーがないんでね、ピーピーならないんですけど、はい、じゃあ2本目いきます。でねやっぱバッテリーのね残量によってねどんどんスティックがねセンターから徐々にね上に上がっていくと思いますんでね、その辺もね気にするとねそろそろ電池なくなるなっていうのが分かってきますので、それを目安に早めに下ろすようにするといいかもしれません。どうしてもねボルトが下がるとその分回転数もね落ちちゃうんでね、回転数の音で決めるか、スティックの上がり具合で決めるかとかですね。これがねガバナー付きの機体だとね、アンプの方で無理やり設定回数まで回すんでね、ちょっとその辺の、回転落ちが分かりづらいかなと思います。ガバナーのねいい点はね本当
回転数が一定なんでね、要はスロットルカーブとかあんまり気にしなくてもいいですね。ピッチをね上げた時に回転が一瞬ね下がっても回転数をね自動で設定の回転数に上げるってくれるんでね、はい、で対面練習ですね。対面練習も案外難しいんでね最初、横歩場も難しいけど対面練習も難しい。これもね、何度か前にもアップしてますけどね、多分対面練習でヘリファン1個開けて対面練習か対面ですね、対面とか入れると多分出てくると思いますね。こう練習方法がねこう、横歩場できるようになった方、ちょっと斜め、十字方向にテールを向けるとかね、この案外横歩場できる方はねこの対面のね斜め後ろか、十字方向にテールを向けてもね案外止めれるようになります。ただもう完全に12時方向にテールを向けるとやっぱしねちょっと怖いっていうのがね先走ってくると思うんでね、すぐこう戻すっていうふうに練習をしていきますんでね、対面の時間を少しずつ増やしていって戻す。そうするとねだいたい何分でもねテール向こう向き対面ですねで練習できるようになります。これもね逃げだっていうね、もしこう操作わからなくなったらちょっと逃がす、要は怪我しない方法の逃げだ、これはね対面の場合はエレベーターアップで向こうに逃げるっていうね、そして向こうで落とすっていう感じでね、要は怪我しないように練習する方法なんですけど、機体が壊れるのもしゃあないっていうかね仕方ないんですけどね、はい。横歩場の逃げだはもうテールですね。テールをすぐ自分の方向に向ける。これが一番ね、安全、対面でもねこうテールを向きに戻すのも安全です。どうしてもねこうどんどん近づいてきてもう間に合わないっていう時はもうアップでね逃がしていく。そしてテールをこっちに向けるっていうふうにね、このね最初の基本、テールケツ歩場ですね。これが基本になります。どうしてもねこうホバリングしてる時にねテールラダーをね触ってしまう方いると思いますんでね、このラダーですよね。なるべくラダーは打たないように、操作しないといきなりねもう全部6チャン全部を操作するっていうのはまず難しいと思うんでね、とにかくラダーは打たないように。もうエレベーター打つ時にどうしてもねラダー打ってしまうと思うんですけどね最初。それをねスティックの、バネをちょっとラダー系をちょっと強めてあまし打てないようにするか、それかエキスポをラダー多めに入れて、少しのねちょこっとしたラダー操作でも機体に指令がいかないようにするといいと思います。もう1000回練習まで来るとねもうラダー使えないとね、指脳根っていうか、脳根みたいな感じになってしまうんでね、ラダーはね普通に戻すようにね、するといいかなと。この1000回練習ですね。これもねやっぱしねもう早くここまで飛ばしたいっていうのもねあると思うんですけど、やっぱしね練習しないとね、いきなりうまくはなりませんのでねどうしても。ドローンとかしてる方ですね、 GPS ないドローンとかで練習してると案外これもねうまくいくと思うんですよね。ドローンの方がね離れるとどっちが前か分かんなくなるんですけど、そうするとね、こういった左右のターンですね。左右のターン、ここまで来ると本当ヘリですよね、上空流し出すとね。
スーッと。でどうしてもね風が強いとねターンの時こう押されるんでね、すぐにこう目の前通過っていう風になると思いますね。まあ、この辺からはちょっと、アイドラップ使えるようになればね、マイナスピッチとか使えるようになればこうまっすぐストールターンみたいにねまっすぐ下ろすっていう風にねできると思いますんで、まあそこまでもね結構、1年ぐらいはかかるかな。まあこれもね、その、進化の過程、どんどん上手くなるほどね楽しくなりますんで。であとはね夏場はね本当はいバッテリーなくなった。夏場は本当に熱中症とかにね気をつけて、また日焼けもねもう一日中、外にいるとねめちゃくちゃ日焼けしますんで、日焼け止めクリームを塗るとか、した方がいいです。そうしないと風呂入るときにね大変ですよ。はい。でね前質問がありましたけどねこの連続フライトモーターの具合ですよね。まあ、バッテリーもねもちろん熱くなります。まあこれはずっとねホバリングというか、まあ、遊覧飛行とか、してもなのでこれもね、まあ暑い時はねなるべくすぐに充電しないように、ちょっと冷めてからね冷ましてから、充電した方がバッテリー的にはいいです。であとそのモーターですね。モーターが熱くなる、多少ね熱くなります。まあ今ちょっと結構今連続で結構長時間飛ばしたんでね、今ちょっと長く触ると熱いっていう風にねなりますんでね、まあなるべくならまあちょっと休憩させて、やるといいかと思います。まあ触ってぬるいぐらいならね全然問題ないですね。特に冬とかはね案外そこまで熱くならないけど、これからね夏場、熱くなってくるんでねそこだけちょっと気をつけてください。確かモーター100度、100度かな、それを超えるとね磁力がちょっと弱くなって、パワーが出ないっていう風になるみたいなんでね、まあ100度って言ったら相当な暑さなんですけど、多分今これ、触れる程度なんでね、多分50度ぐらいかな、そんな感じです。まあそのためにねこう温度計とかね、非接触の温度計持ってると最初の頃はね、目安が分かってくると思いますので。今ちょっと、気持ちポツポツと来てますね。はい。じゃあちょっと 3D の方もね練習していこうかなと思います。録画まだ大丈夫ですかね。はい。じゃあ3軸、アイドラップ確認ですね。スティック確認でモーターカット解除。はい。じゃあアイドラップいきます。はい、結構ね回転数は低めにしてますんでね、これでまあエルロンから背面ぐるっと回すっていう風に、まあこれもすぐにはできないと思います。で、まあこのコツっていうか、まあスティックをねなるべく機体がかやる時、ゼロピッチにして、背面になったらすぐにマイナスピッチに入れる練習ですけど、これが最初難しいんでね、ちょっと今回ちょっとスティック操作取ってないんであれなんですけど、まずはエルロン、の背面よりも普通はこうフリップですね、ダウンフリップからの背面が多分最初こちらからね覚えた方が早いかなと思います。スティック2個でするんでね、要は機体を上に上げて機
機体のね、重力っていうか、まあ機体の、上に跳ねさせて、まあボールみたいですね。ボールみたいに上に跳ねさせてダウンしてマイナスピッチで、これ背面から戻す時も背面マイナスピッチ入れてダウンしてプラスっていう風にね、するとあれなんですけど、最初はね背面ですぐ止められないと思うんでね、もうほんとエレベーター入れっぱなしでマイナスプラスっていう風にね最初なると思います。マイナスプラス、もうエレベーター入れっぱなしですね。でまあできたらエレベーターフルに打った方が早いかなですね。まあ最初ロールもねグッとマイナスプラスってするんですけど、ロールの方が案外難しい、こうな感じですかね。上に持ち上げてロール、まあこれもねマイナスピッチっていうかゼロピッチとマイナスピッチの打ち具合ですよね。これもね左ロールもね、練習しないとね、苦手になりますんでね。左むずい。右の、やっぱり利き手、右利きと左利きでどうなんでしょうね。左利きの人はやっぱしやりにくい。あ、やべ多分左利きの人どうなんだろうな、本当。はい、アイドアップしました。右背面、結構うまい方がよくするね、立った瞬間にラダーを入れてるっていうね、まあピルエットフリップみたいな入り口みたいなやつなんですけど、一瞬ですよね、ほんと。はい、結構ね長く飛ばしてます。やっぱ新しいバッテリーだからか、まあ、これも今スロットルかなり絞ってるんでね、これが多分100にすると結構分回る、分回るとねテールがね、抑えきれなくなったりするんでね、いいと思います。そうかな、結構飛んでるんですけど、はい、で、もうあとこのね110でもう慣れていろんな技もできるようになったらステップアップでねM1 とか M2 とかあたりですね、サイズがちょうどいいかなと思います。結構まだ元気ですね。まだセンターでホバリング維持してます。結構長いな。回転低いのにねちょっとピッチ強めに打つと回転落ちします。あれミスった、危ない。直進飛行の練習をしようと思ったらちょっと背面の直進飛行、
そろそろ電池やばい気がするんだけどね。あ、はい、なくなった。あお、はい、急に、カット入りましたね。はい、ここまで本当は飛ばしたらいけないんですけどね。自分はついつい飛ばしてしまう。はい、とりあえず、以上になります。